おはようございます。サブチャンネルの世界へようこそ。今日は久々ジムに行くの作業です。まだね、イオンが発生するようになっちゃったんですよ。いや、正確には発生してました。もう半年ぐらい前かな。そのぐらいからね、ちょっとイオンが鳴るようになっちゃって、で原因特定するのにね、ちょっと時間かかっちゃった。半年ぐらいずーっと原因探しやってて、ようやくそれっぽいところ見つけられたんで、今回そこを修理していきたいと思います。症状としては、走ってる時にキュル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 みたいな、キーみたいな、なんかちょっと金属引っかくような音が鳴る。イオンが発生する条件としては、速度がね、20キロから60キロぐらいの間でイオンが発生します。多分60以上でも鳴ってるとは思うんだけど、ノイズがひどくてタイヤの音とかで全然聞こえなくなっちゃうので、耳に聞こえる音のレベルとしては20キロから60キロぐらいです。そしてエンジンの回転数には比例しない。クラッチを切っても繋いでも音は鳴る。あと、四駆に入れても肉で走っても音は鳴るみたいな。タイヤも夏タイヤ、冬タイヤ、あと純正の軽、このでっかいブロックパターンのタイヤとかノーマルのタイヤとかいろいろ履き替えても音は鳴ります。いろいろね、その原因を一つずつ潰していって、ようやくたどり着いたのがプロペラシャフトです。トランスファー、今この画面に映ってるのがトランスファーで、そっから後ろに伸びてる、リアデフの方に伸びてるこのプロペラシャフト、こっから音が鳴ってるみたいなんですよ。ちょうどね、このユニバーサルジョイントっていう自在継ぎ手、スパイダーベアリングとかいろいろ名前あるんですけど、ここがね怪しい。走ってきた後にここ触るとね、ちょっと熱持ってる感じだったんで、多分ここが原因じゃないかな。ここと、あと前側にもあるここ、多分こっから音が鳴ってるっぽいので、これ交換していきたいと思います。よいしょ。じゃあプロペラシャフトを外していきます。このさっきのユニバーサルジョイントのところにボルトがついてるんで、それ外してシャフトごと外しちゃいます。よいしょ。イオンの感じがキーっていう音だったから、最初プロペラシャフト除外してたんですよね、僕。ほら、プロペラシャフトダメな時って、ゴリゴリじゃないけどグワングワンというか、そういう系の音がするじゃないですか。外す前にちゃんと戻せるようにアイマークつけておきます。これね、戻す時の位置があるんで、位置がずれるとね、回転バランスが崩れちゃって大変なことになるから、ちゃんと元通り印つけてから外します。これで叩けば落ちないかな。よいしょ。はあ見たくないものを見てしまうた。嘘じゃん。プロペラシャフト外したら油がドバーって出てきました。カップリングのところのフランジ、オイル漏れしてるみたいです。オイルシールがダメなんですね、きっとね。これもミッションオイルが、トランスファーのオイルがこんな感じ、もうベタって。シールを用意しなければいけなくなってしまった。結構オイル漏れてたみたいです。これね、よーく見るとね、
こうオイル漏れてね、ほらこんな感じになってる。プロペラシャフトの遠心力で飛び散ったオイル。ただアンダーコート塗ってフロアなんていうかな、半ツヤというか、割とツヤに近いような感じのねフロアなんですよ。だから漏れてることに気づかなかったんだね本当は結構漏れてたみたい。でもフロアに飛び散ってるけどフレームの方には漏れてないんだよな。こっちはねそんなに飛び散ってない。こっちはね艶消しだから、こっちに飛び散っててくれれば漏れてたの気づいたかもしれないけど、そんなに漏れてなかったのかな。どのぐらいの量が漏れたかはちょっと分かんないです。これからトランスファーも下ろさなきゃいけないから、とりあえずオイル抜いて、いろいろと準備をしていきたいと思います。なんか思ってたのよりもだいぶ重整備になってきたぞプロペラシャフトだけやれば今日終わる予定だったのによし。何もせずに首戻したのがダメだったか。レストアだったんだからちゃんとトランスファーもやらなきゃダメだったのかなでも特に何も悪そうな感じしなかったんだけどな。首戻すときはオイルが抜けるのを待ってる間にカプラーとか外してトランスファーどんどん外してっちゃいます。フロント側もペラシャ切り離します。タイヤロックしてない。なんてこった。マジか。すべて予定が狂うから何もうまいこと作業が進まないいけるかな。勝手な。畜生こんなはずでは。よし。トランスファーのレバー抜いて、あとはこれか、フランジを叩いて落としてしまえば取れるんだけど、いけるかな。落ちないね。こっちは取れた。こっち取れた。けどこっちが外れない。プロペラシャフト外れないから、ついたまま一回このままトランスファー下ろしてみます。で地面に下ろしてぶったたけばもしかしたら外れるかもしれない。とりあえずトランスファーを下ろすのは人力だから、もうこのまま持ち上げて下ろします。よしよし、重いぞ。よしよいしょ。グリスが今降りました。トランスファーが降りました。ごめんね、アングル悪くてごめんね。こんな予定じゃなかったからさ。よいしょよしよいしょ。取れました。でかいな。多分ここまで下ろしてしまえば思いっきり叩けるから外れると思うんだけど、やってみます。取れた。結構がっちりくっついてたね。はい、ということで分離完了。あとはこのミッションに刺さってるプロペラシャフト、これを抜くんですけど、ミッションオイル抜いてないから、これ抜くとね、多分ここからダラーってミッションオイル出てきちゃうんですよ。なのでこれ蓋の代わりとなるこういうやつ、これをスッと抜いてこっちをスッと差し込むみたいな、そういうやり方でいけないかなと思って、ちょっと横着するけどやってみたいと思います。うまくいくのかな。いくよいくよ。こっちで待ち構えといて、
おっ、セーフセーフ。なんて気がこぼれたけどうまいこと外せた。はい、ということでこちらが下ろしたトランスファーでございます。こっちがリア側のフランジ。こんな感じでね、オイルが漏れてます。そして反対側、こっちがフロントデフにつながる方。こっちはねまだ漏れてないです。でこっちがミッションにつながる部分、ミッションからのインプット側ですね。こっちもねなんか若干油持ってます。まあダラダラっていうほどじゃないけど、じんわり滲んでるかなぐらいな感じで、下ろす時気づかなかったんですけど、漏れてるの内側なんですよね。外側はね漏れてないの。これこっち側はね全然油が出てきてない。普通漏れるんだったらねこっちなんですよ、オイルシール漏れる時って。でも今回内側調べたらね、なんかここのナットの締め付けが弱いと持ってくるみたいです。なんかそういう仕組みらしいです、このジムニーのトランスファーで。一応こう揺すってみたんですけど、こっち方向にはねちょっとこのフランジのガタつきがある。緩い。こっちもミッションからのインプット側もちょっとこうガタつき、遊びがあるっていう感じ。フロントの方はカタカタしないんですよ。まあ今これギアつかながってないからそもそもこう回っちゃうんですけど、こう揺すった感じなの、カクカクっていう感じがない。こっちとこっちがフランジが遊んじゃってる。多分ですよ、多分ですけどナットが締まってない。締め付けトルクが緩いんだと思います。ただカシメがあるんでナット自体が緩んだっていうわけじゃなくて、多分最初の段階の締め付けが緩かったんじゃないかなっていう気がする。とりあえずちょっと外してみましょうか。これオイルシールの構造的にね、中から持ってくるんじゃなくて普通外から持るはずなんですよ。とりあえずここのナットカシメを起こします。ナットを緩める前にこれ閉まってるかどうかチェックしてみようか。今カシメを起こしたんで、これで規定トルクでちゃんと閉まるか。これでこれ以上閉めれたらびっくりするよね。はい、ここの締め付けトルク130ニュートンね。これでちょっと締めてみます。いくかな。カチンって言わないで動くね、ナット。回るね。カシメが回るね。ほら、ナットが回る。本来ここ、カシメでちょっとナットがいびつになってるから、正規のトルクでやろうとするとそんなに回らないはずなんですけど、動くね。ちょっとこのままカチンってなるまでいきますね。よいしょ。よいしょ。いくぞ。よっしゃー。なったー。やったー。はい、ということで規定トルクで締めてこれだけネジが回りました。もともとのかしめてあったのよりもどのぐらいの角度回ったのこれ。5分ぐらい、5分10分は回ったね。多分トルクで言ったら20キロか30キロぐらいは緩かったんじゃないかな。かしめてあるからナットが変形してて、よりナットが回りにくいことを考えると、これ本来もうちょっと締めてもいいかもしれないんですよね。だからもっと緩いかもしれないね。50キロぐらい緩かったのかもしれないね。ちなみにこれでこうやって動かしてみると、ほら肩つきがない、ピタッとしてる。これ決して締めすぎなわけじゃないですからね。ちゃんと規定トルクで締めているので、むしろ多分規定トルクよりちょっと緩いはず。それでもこれガタつきが出ない。こっちはミッションのインプット側、こっちまだ締めてないから、ちょっとカタカタ言うの聞いてくださいよ。ほら、音までは入らないか。
このぐらい型つくんですよ。フランジがこう動きますよね。リア側はね、これよりもひどかった。ということで、じゃあこのフランジの中、どういう構造になってるかちょっと一回ばらしましょうか。どのみちこれかしめを起こして、このナットはね、締め直さなきゃいけないところなんで、こっちのインプット側のベアリングね。とりあえずかしめを起こします。ナット緩めます。手で外れるわ。本来ギアプーラーで外さなきゃいけないんだけど。はい、取れました。これがフランジ。ここにこうオイルシールが当たってたこの線になってるの分かりますか？ここの線がオイルシール当たってた部分。外側から漏れてくるときはここのオイルシールがダメなとき、こっちから漏れれば間違いなくこのフランジの外側とかが汚れたり、あとケースのこっち側、この辺とかもね油まみれになったりするんで、そういう時はオイルシールがダメな時で、ケースの方をこうやってみるとオイルシールがこのケースの中に打ち込んであって、でここがさっきのフランジと当たる部分ですよね。で中心からオイル漏れしてくるのはこの中の方なんですけど、こっちねシールが何もついてないんです。ジムニーのトランスファー、ここ何もついてないんです。中心部分オイルシールもオーリングも何も入ってません。で見えるかな。でベアリングもねシールドじゃなくて、これオープンっていう言い方でいいのかな。シールとかが何もない普通のベアリングです。はい、オープンのボールベアリングです。だからこの中心の軸の部分、こっからはねシールするものないからオイル漏れてきちゃうんですよ。これ構造的に唯一このトランスミッションでオイル漏れさせないようにする部分って、ここのねこのベアリングの単面、ちょうどこのフラットになってる上向いてる部分とフランジのここの部分、この部分がこう密着することによってシールしてるんで、ナットの締め込みが緩いとですね、隙間から持ってきちゃうんですよ。車種によってはこれがねボールベアリングのシール付きのタイプもあるみたいなんですけど、22はねシールなしのタイプです。あと JB64 は確かこのシャフトのところにオーリングが入るんじゃなかったかな。車種ごとにねトランスファーも進化してきて、オイル漏れしにくい構造になってきてるみたいなんですけど、一応この内の子はこういう形なので、ここの締め付けトルクはかなり重要です。もうちょっと分かりやすい説明の方法があったわ。はい、フランジ、そしてこれベアリング、これハイベアリング、車種何か分かんないけど、これでここのフランジの単面とこのベアリングのこの単面がこうなるんですよ。ピタッとこんな感じ。これがこう当たるので、オイルシールはここのフランジのこの外周でシールしてるので、このね中心部分のシールは何もいない状態です。だからそこのオイル漏れはここの締結力、面精度というか、そういうのでシールしてる状態です。うちの JA22 の場合はここの単面の精度と、あとゴミがないか傷がないか、そういうのでかなりねオイル漏れが変わってきます。とりあえずこの子のフランジは傷とかはなさそう、綺麗な状態だったんで、単純に締め付け不良だと思います。車から降ろすときオイルシール注文してないから注文しなきゃとか思ってたけど、注文しなくてよかったね。変える必要ないです。これこのまま組み戻したいと思います。でこっちのロックナット、こっちはねカシメがあるから本来再使用 NG の部品なんですけども、これ部品注文してね届くの待ってたらね1週間ぐらいかかるんですよ。車に戻せるようになるのちょっと時間かかりすぎちゃうから、今回はそのままいっちゃう。ここのロックナット再使用する人も多いしね、カシメの締め加減、これを目印にこう締める人が多分たくさんいると思うんですけど、そういう感じで今回も部品注文せずこのまま再使用したいと思います。ただ
このかしめの位置で戻しちゃうと締め加減緩いから、ちゃんともうちょっとこう適正トルクで締め上げてからかしめ直しますけどね。とりあえずこれ締めていきます。おそらく、このトランスファーガスケットがね、赤いガスケットで一回バラしてるっぽいんですよね。でその時に、多分ベアリングとかこの辺のロックナットもね交換して、で締め直してかしめてるんだと思うんですよ。かしめを起こしてもう一回かしめ直したような雰囲気ないから。ただ締めた時に多分トルクじゃなくて手感だったんでしょうね。あんまり締めすぎるとベアリングに負担かかっちゃうから、あまり締めすぎない程度にする人が多いと思うんですけど、この22のねこのトランスファーはね、締めすぎないと漏れてくるんですよ。で一応今回は適正トルクで締めて、でかしめ直す。よっしゃい。かしめより全然締まるわ。全然回る。ガタつきもなくなった。いい感じ。はい、ナットのかしめ位置こんな感じになりました。こっちもやっぱ同じぐらい回ったね。元々のかしめの位置に比べてね。これで遊びはなくなりました。よいしょ。この状態でナットかしめます。念のためもう一箇所もちゃんとトルク締めておきます。こっちはやっぱ締まってるんだな。こっちはナットが回んなかったです。ほら、かしめの位置が動かなかった。これは大丈夫だったんだ。よし、それではお待たせいたしました。今日の本題、こっちがメインなんだよ。プロペラシャフト、これのここのスパイダーベアリング、これを変えていきたいと思います。でもうすでにねここに部品が用意されてますけども、今回 GMB、アフターメーカーのやつですね、これに変えていきます。ベアリングはこんな感じです。こう十字になってる。これが自在継ぎ手みたいになって、この中に入ってるんですけど、ここの蓋を外すとこんな感じになってて、この中にニードルベアリングってこういうのが入ってます。これでこう回転しながらここの首振りをこんな感じでやってます。でこのベアリングが錆びつくとそもそもこれが動かなくなるんですよ。固着したりとかして。でもうグワングワンというか、もうゴリゴリみたいなそんな音が鳴るんですけど、これね逆で摩耗してるっぽいんですよ、うちの。これ正常な方。ほら首振りゆっくりというか、カコンとはいかないですよね。こうグリスがちゃんと入ってますっていう感じのに比べて、これほらわかります？これもうグリス切れというか、ベアリングが痩せちゃってるというか、こんな感じ。なんかこれがねキーキー音の原因みたいなんですよ。ということでここのベアリングをプレスで打ち抜いて、でこの新しいやつに変えてやっていきたいと思います。それじゃあ作業をやっていきます。とりあえず作業入れやすいようにこれ分割できるんで、ここ一回外しちゃって、このベアリングを押さえてる、ベアリングっていう言い方でいいのかな、このスパイダーベアリング押さえてるここにねスナップリングが入ってるんで、このスナップ硬えな、スナップリングを先に外しちゃいます。錆びついててうまいこと取れない。片方は浮くけど片方が浮いてこない。バイーンってどっか行っちゃいそうだな。取れた。取れました。ちょっと錆びてるね。これ4箇所全部外していきます。よ
取れました。そうするとこんな感じで中のカバーみたいなのが飛び出してくるんで、これをパイプレンチとか引っ掛けて外します。よいしょ。そうするとほら取れた。これでこっち側取れたから、次こっちから逆方向に出して同じように外す。で他のも全部蓋を外す。そうするとやっとこの中の、クロス部分が取れます。よし、取れました。外したベアリングこんな感じ。内側はこんな感じ。抵抗加減とかはそんな変な感じはしないけど、そんなに悪くない気はする。いや、訂正する。全然違うわ。こっちのベアリングのこの重たさ、グリスがちゃんと入って、ちゃんとなんていうのかな、グリスがしっかり詰まってますっていう、こういう感じじゃない。やっぱり軽いですね。動きが軽い。だいぶベアリングが痩せてたのかもしれないね。そしたらこの外した方、ちょっと油ぎってるので一回きれいにして、ギアオイルでギットギト。はい。そして外したのと逆の順番。要はこの蓋を先に外しておいて、でこれを入れて、でこっちから蓋を押し込んでいく。そしたらスナップリングで先に固定しちゃいます。よいしょ。ここで位置を決めて反対側から押し込めば行き過ぎることがないと。 OK でひっくり返して蓋をつけて、こっちもスナップリング入れちゃいます。そしてこの十字が入ったのにこれを戻して、よいしょ。で蓋をして、スナップリングつけてひっくり返して蓋かぶせて、で最後の仕上げにスナップリング。できました。はい、ということでとりあえず1つ完成して、あと変えなきゃいけないのね、3つあります。今1個変えたんであと3つ。今のこの変えたやつのこのスプラインが刺さる反対側、そしてこれがねミッションの方からつながるやつね、ミッションとトランスファーのつなげるやつ、これも変えなきゃいけないので、あと3つ同じ作業をやっていきたいと思います。作業ずーっと同じ映像になっちゃうから、映像はスキップします。はい、すべてベアリング交換終わりました。4つですね。1、2、3、4。もうベアリングはね、スムーズ。ちょうどいいこの節度ある硬さでいい感じです。で、この GMB のベアリングね、ここにね、ニップルつけれるようになってて、グリスをね、注入できるようにニップルがつくので、これつけておきます。純正のやつはそういうのがつくようなところはないです。だからこれはつけたらそれっきりベアリングのグリスは交換できないんですけど、GMB のはね、親切にグリス交換ができるようになってました。
これで作業一通り終わったので、あとは車に組み戻していきます。トランスファー乗せる前に先にフロアの飛び散った油拭こうか。なんかノックスドールを拭き取ってるのか油を拭き取ってるのか、なんかよくわかんない感じになるね。ウエスが結構汚い。でもノックスドール剥がれてこないから、多分表面についてる油なんだろうね。これでトランスファー乗っけます。よいしょ。よし来た。そして最後、忘れないうちにトランスファーのオイルを入れておきます。これ入れ忘れたら悲惨なことになる。ちゃんと下側のドレンボルトはちゃんとパッキンやり直してもう締め付けてあります。でオイルは上から入れて漏れてきたら OK。作業終了です。試運転行ってきます。戻りました。とりあえず今のところ大丈夫そう。イオンもなくなったし調子良さそうな感じです。今回交換したベアリングたち、きっと交換時期だったんだね。この辺のニードルとかが痩せて、で回ってる時にキーってなってたのかな。そんな気がしないでもない。ただ勘のいい方なら、あれジムニーのスパイダーベアリングって6個じゃないのって思ってる方、正解。ジムニーはミッションからトランスファーに来るペラ車が1本で、トランスファーからリアデフに行くのが1本、さらにトランスファーからフロントデフに行くのも1本、合計3本あるので、スパイダーベアリングはね6個ついてます。で今回変えたのはミッション側とリアデフ側のペラ車のスパイダーベアリングを変えました。フロント側はね、イオンなってなさそうだったし、というかそもそもねあんまり4駆入れて走んないんですよ。普段走るときは FR なんですよね、この子で。ぬかるんだところとか雪道とかそういう時だけ4駆に入れて走るみたいな、そういう乗り方しかしないので、あんまりフロント側使わないし、取り急ぎそのイオンの原因を解消したい。で普段使いするときは常に後ろ側しか動いてないから、だからミッションのペラ車と、リアデフのペラ車とを交換しました。スパイダーベアリングは交換したし、これでいいとして、問題はトランスファーのフランジのナットね。一応規定トルクで締めはしたものの、今までちゃんと締まってない状態、要はベアリングにテンションかかってない状態で動いてたわけだから、少なからずねベアリングにダメージあると思うんですよね。少しでも長持ちするかなと思ってモリブデン入りのちょっといい添加剤入れてギアオイル入れたんですけど、果たしてあといつまで持つことやらとりあえず今走ってる感じとしてはまだ問題なさそうなんですけど、きっと近々またベアリングダメになって今度またトランスファーを下ろしていろいろやらなきゃいけなくなると思うんで、その時にちゃんとベアリング交換、そしてオイルシールの交換、トランスファーのセミオーバーホールみたいな、そんな感じでやる日は近いのかなと思います。とりあえず今部品なかったからね、部品なかったからそのまま積んじゃいましたけど、ちゃんと部品用意して、そのうちねやりたいと思います。ということで本日の動画はプロペラシャフトのスパイダーベアリングを交換する動画の予定がちょっとトランスファーでトラブってしまったっていう感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。また次回ご覧ください。バイ。